こんにちは、スイラボです。先日から行っているこのスペースの改造ですが、今回はここの奥の壁をウッドウォールにしてみようと思います。壁に木材を貼り付けていくわけですが、以前も言ったように壁にビス止めはまだしたくないので、今回は賃貸でもできるような方法でやっていきたいと思います。賃貸で壁に何かを取り付ける場合にはディアウォールとかラブリコを使って床から天井まで柱を突っ張ってそこに木材などを打ち付けていくっていうのがよくあると思うんですけれども、あれ結構大変なんですよね。日本の住宅だと床から天井まで2メートル40センチくらいあることが多いので、柱にする 2x4 材もそれくらいの長さのものを買ってこないといけないんですけれども、ファミリーカーみたいな大きな車か、あとは軽トラとかじゃないと乗らないんですよね。皆さんどうやって買ってるんですかね。あと床から天井まで突っ張るので上下の余った部分が見えてしまったり、柱の前にテーブルを置こうとすると柱の厚み分後ろを開けないといけなかったりしますよね。幅木も避けないといけないので結構後ろ開けないといけなかったりするんですよね。さらに天井が弱いと天井が抜ける可能性があるので十分に突っ張れなかったりもします。ということで他にいい手はないかと調べていたらこんなものを見つけました。相葉金属のスタンドバーという商品です。こちらは100均などにも売っている壁に開けた穴が目立たないクロスピンというものを使って石膏ボードの壁に柱を立てるというか取り付けることができる商品です。これを使うことで天井や床から浮かせたような柱を壁に取り付けることができるので、そこに板を張ってウッドウォールを作ることができるようになります。ビスと違って壁に開く穴が小さいので、市販の補修材とかを使えば穴は完全にわからなくなるかと思います。今回購入したのはスタンドバー4という4セット入りのものなんですけれども、スタンドバー6という6セット入りのものもあります。耐荷重が柱2本に対して4セット使うと50キロ、6セット使うと70キロまでとなります。棚をつける場合は1棚あたり30キロまでにして総重量が耐荷重を超えないようにする必要がありますが、耐荷重が70キロってすごいですよね。ちなみにここの壁は補強をしてあるので下地板が入っています。なので耐荷重的には有利な方に働くのかなとも考えています。で、今回は柱を真ん中と左右3本立てて、その間に横方向に板を何枚か貼り付けていきます。それではやっていきましょう。今回使用する木材は2種類あって、柱に使うのは 910mm の 1x4 材、これが3本。あと横方向に貼り付けるのが赤松の抜きという木材で、サイズは厚さ 15mm、幅 90mm、長さ 1600mm のものになります。これを8本使います。完成イメージはこんな感じ。それでは木材を加工していきます。買ってきた木材の端が荒れていたりささくれがあったりしたので、丸ノコで 2mm ほどカットしています。下にはスタイロフォームという断熱材を敷いて作業しています。本来なら頑丈な作業台の上で作業すべきですが、これだけの長さの木材を安定して置ける作業台がないので仕方なく地面に置いて作業しています。丸ノコは使い方を間違えるとキックバックという後方に跳ね返ってくる現象が起きるので慎重に作業しています。ちなみにチップ層は黒プラスというものを使用しているんですが、これを使うだけでずっと触っていたくなるほど断面がめちゃめちゃツルツルになるのでおすすめです。続いて赤松材をカットします。1本ずつだと時間がかかるので、片方の端を端材と一緒に2本まとめてクランプしています。こちらも端が綺麗でなかったので先に数ミリカットしました。そして赤松材を 1600mm の長さでカットしていきます。木材のカットが終わったらサンディングをして表面を滑らかにしていきます。120番と240番のポリネットシートを使いました。サンディングが終わったら木くずを拭き取り塗装していきます。柱となる 1x4 材はオールドウッドワックスのジャコビーンで塗装していきます。これを100円ショップで買ったスチールウールで塗っていきます。オールドウッドワックスは初めて使ったんですが伸びが良く嫌な匂いもせず
乾きやすく、そして簡単に古材のような風合いが出せるので、とても使いやすかったです。1x4 材は柱に使うので背面は見えないため、それ以外の5面を塗っています。続いて赤松材も同様に塗装します。8本のうち4本はオールドウッドワックスのジャコビーンを使います。そして残りの4本はオールドウッドワックスのアンティークグレーを使って塗装します。動画には撮っていませんでしたが、オールドウッドワックスは塗り終わった後にウエスでよく拭いておきます。そうすると手触りがサラサラになるのとツヤが出てきます。そしてこちらが塗り終わったものです。上がジャコビーンで下がアンティークグレーです。動画だと分かりづらいですが、ジャコビーンは少し濃いめの茶色で、アンティークグレーはその名の通り灰色がかった古材風の仕上がりとなりました。この辺は元々の木材の色によっても変わってきますね。続いて柱となる 1x4 材にスタンドバーを取り付ける目安の線を引いていきます。今回は1つの柱に対してスタンドバーを3つ取り付けます。上側は端から1センチくらい、下側は端から10センチくらい、真ん中は上から50センチくらいのところに印をつけています。印をつけ終わったら 1x4 材にスタンドバーの T 字パーツを取り付けていきます。念のため軽くした穴を開けておきます。続いて付属のビスで固定していきます。この時ビスを締めすぎちゃうと次の工程がやりづらくなるので、仮止め程度にしています。この後壁側のパーツをセットするので、一旦はめてみて緩さを確認しています。さすがに緩すぎたので少し増し締めしています。説明書によると T 字パーツと壁側パーツはぴったり重ならなくても大丈夫ということです。これを柱3本に対して行います。続いて壁側パーツにマーカーという部品をはめます。そして T 字パーツに取り付けていきます。マーカーは先端が尖っているので T 字パーツに押し込む時には注意しましょう。すべての T 字パーツにセットしていきます。柱にスタンドバーの取り付けが終わったので、これを今度は壁に押し当てていきます。一応ですね、すでに取り付けた位置に目印となるマスキングテープを貼っています。取り付けの高さとこの柱が垂直になっていることが確認できたら、この板を壁に思い切り押し付けます。そうすると壁にマーカーが刺さった感触があります。そしたら板を取り外すとこんな感じで壁に跡がつきます。そしたらこちらのパーツを取り外して、このマーカーはもう使わないみたいです。こちらのパーツを壁に取り付けていきます。先ほどつけたこの壁の後に壁パーツのこの下の丸を合わせていきます。そしたら付属のピンを押し込んでいきます。ちょっとね、やっぱり下地が入ってるせいか、ピン押し工具だけだと押し込みきれなかったので、ハンマー使って最後は押し込みました。とりあえず仮止めでつけてますけれども、結構しっかりくっついてますね。で、これで水平とかが問題なければ3本留めてしまいます。はい、3箇所とも3ピン取り付けました。実際石膏ボードの壁だったらこちらのピン押しパーツのみでちゃんと押し込むことができるかと思います。ではこれを残りのところにも取り付けていきます。はい、ということで3箇所壁側のパーツを取り付けました。そしたらここにこちらの柱を取り付けていきます。
3箇所ともはまるようにして、はい、ちゃんと入りました。これすごい、これはめるともうビクとも動かない感じですね。すごいしっかりくっついてます。横から見るとやっぱりちょっと隙間は空きます。どのぐらいですかね。1センチちょっと 1.2、3センチってとこですかね。ちょっと隙間は空きます。ではこの調子で3本柱を取り付けていきます。はい、というわけでスタンドバーを使って壁に3本柱を取り付けることができました。触ってみた感じ、もう全然ビクともしない感じになってますね。結構強度は強そうです。で、説明書の方にも書いてあるんですけれども、一応このスタンドバーはこの1本でも使うことができるようになっていて、1本の場合はこんな感じでギターやベースを引っ掛けて飾るようなこともできるみたいです。こういうのもいいですよね。はい、それでは続いて横方向の板を取り付けていきたいと思います。はい、というわけで1枚目貼り付けました。ちょっと1枚目は1人で取り付けること難しいので妻にも手伝ってもらいました。2枚目以降は1人でも貼れるようにっていうのと、あと木の板をびっちりくっつけるんじゃなくて 25mm 間隔で取り付けていこうと考えているので、 3D プリンターでこんなジグを作ってみました。ここの厚さが 25mm あるようなものです。これを2個作ったので、これに乗っけながら2枚目以降は貼り付けていこうと思います。はい、ということでウッドボールの取り付けが終わりました。いやー疲れた。一応こちらのサイズなんですけれども、横幅は160センチ、縦は床から90センチのところから始まって、一番上がだいたい1800、180センチぐらいのところになっています。天井までまだ60センチぐらいあるんで、もっと上まで伸ばすこともできるんですけれども、あんまり上の方まであっても映らなかったりとか、あと耐荷重も考えないといけないので、その辺も考えてちょっとこのぐらいにしています。現状使ってる板の重さですけれども、だいたい計算すると 10.3 キロぐらいになってます。今回柱1本あたりスタンドバーを3つ使っていますけれども、1本あたり35キロっていうことで、単純計算では105キロの耐荷重っていうことにはなるんですけれども、多分そんな単純に計算して出せるようなものじゃないと思うので、やっぱり70キロ以内ぐらいには抑えた方がいいのかなとは思っています。それでもまだ60キロありますからね。そこまでの重さのものを乗せる予定はないんですけれども、やっぱりそれぐらい耐荷重があると色々と使い道出てきますね。で、今回こちらのスタンドバーを使って柱を壁にくっつけてますけれども、やっぱこれいいですね。アイデア次第でいろんなものが壁掛けできそうです。一応事例としては、さっきのギターを取り付けたりとか、自転車を引っ掛けたりとか、あとはテレビを壁掛けにしたりとかっていうこともできるみたいですね。また機会があったら使ってみたいと思います。で、今回こちらにウッドウォール作ったわけですけれども、実はまだこれ完成形ではないんですね。このウッドウォールをちょっと壁面収納的に使いたいなと考えていまして、一応そちらを次の動画でやろうと考えてるんですが、あるものを取り付けてここを壁面収納として使えるようにしたら、一旦ここのスペースの改造っていうのは終わりになるかなというところです。そうだ、この状態で LED つけてみますかね。はい、ということで柱の後ろにも LED テープ貼り付けていました。これは前回剥がした RGB LED テープですね。あれが余ってたのでここに貼ってみました。ちょっと上の電気消してみましょうかね。なかなか怪しげに光ってますね。RGB LED テープは壁側に向かっているので、壁に反射した光が見えているような状態になっています。こういう使い方だとやっぱり LED の粒感みたいなの気にならないですね。なんかすごいな。何を目指してるのかよくわかんないですね、これは。ちょっとこのスペース窓がないのがちょっと残念な感じだったんですけれども、
ウッドウォールの後ろ光らせることで若干窓っぽい感じもなくもないので、つけてみてよかったなと思います。今回 1x4 材はオールドウッドワークスのジャコビーンとアンティークグレーで塗り分けたんですけれども、一応それを交互になるように貼ったつもりではいるんですが、結構同じジャコビーンで塗った板でも一枚一枚色が結構違ってたりして、なんか交互に貼ったというよりもいろんな色の板を貼ったみたいな仕上がりになってます。ちょっとこの辺は塗りが甘かったのか、元々の木の色が違った影響なのか、あとは木に色の入り方が違うっていうところの影響なのかわからないですけれども、これはこれで面白いのかなと思います。で、あとこの板の隙間を均等に開けるのに使ったこれ、ほんとこれあってよかったです。一番下はさすがに2人いないとちょっと水平にで左右の位置も合わせて貼るっていうのは難しかったんですけれども、それ以降はこれがあったおかげで一人で貼ることができました。やっぱこういうジグもね、簡単に出せるっていうの 3D プリンターあるといいですよね。それでは今回の動画は以上になります。一応ここのスペースの改造はさっきも言った通り次回で一旦区切りとなる予定ですので、そちらも見ていただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。それでは次の動画でお会いしましょう。